皆さんこんにちは。イージー&ナイスレーベルの脇です。実はですね、先ほど、ちょっとマイクをですね、買いに行ってきまして、今までマイク1台でやってたんですけども、この前ねちょっと相方というか、合いの手を1人入れてもらって録音したら声のね録音レベルがすごく差が出ちゃって、やっぱりすごい聞きにくくて後で編集もできなかったんでね、もう一台いるのかなとか思って、それで明日ねちょっとまたお客様をお迎えして、録音しようかなということがあったんで、急遽ねもうこの際と言ったらあれなんですけど、ちょっと安くてもねいいからというか、そんなにお金もないし、今安くても結構そこそこの性能あるだろうと勝手に思ってですね、電気街に行ってきまして、マイクを1本買ってきました。それがですね京都に寺町っていうところがあって、そこがですねいくつか電気屋さんが集まってるとこで、言ってみればプチ日本橋というか、プチ秋葉原みたいな感じでですね、そこでいくつかこうお店回って、良さそうなやつをちょっとこう見てきて、でもう見た目でねだいたいこれが一番がっしりしてるし、安いしいいだろうみたいなね感じだったんですね。ただちょっと気になったのはそこにこう書いてある文字がですね、一つも読める文字がなくて要するに外国のちょっと製品だったんですけども、何書いてあるか全然わかんないわけですよ。でそこはちょっと気になったんですけども、安いし見た目がっしりしてるし、大丈夫だろうということでそれにして買ってきたんですね。でさっきパソコンつないで試しに使ってみたら、これがね本当にひどかったんですよもうなんていうかノイズはすごいし、もうマイクの感度が低くて全然こうレベル上げても上げても音が入ってこないし、やっぱこれちょっと本当安いマイクだったんですけど、もうだいぶショック受けまして、わざわざ専門店街まで行ってうちからちょっと遠いってことでもないんですけど、行って買ってきて、それでもうこれはもうダメだと、使い物にならないレベルだっていうことでちょっと落ち込んじゃったんですよね。で持ってしばらくねだらーっとしてたんですけど、試しにうちにある普段使ってるヘッドホンがあるんですけども、それをねもうマイクのとこ突っ込んで、これでなんかマイク代わりに使えないかなとか思ってやってみたら、それがね案外良かったんですね。でいやこれでマイク代わりに使えるっていうことで、ちょっとまた少し元気が出てきてこれを使って明日は録音しようかなみたいなね、なんかそんな気持ちになってきて、今はだいぶねフラットな気持ちでおりますけれども、それでですね明日はちょっとお客さんをお迎えして、インタビューというかいろんな話しようかなと思ってるんですけどもね、今日は今ちょっと後ろでかかってるんですけども、これがですね、何かというと、実は私のアルバムというか作品なんですけども、うちのイージー&ナイスレーベルは月1ぐらいのペースでこうミニアルバムみたいなもの
をリリースしてるんですけども、今ね何人かアーティストさんとセッション中なんですけども、ちょうどちょっと間が空いちゃいまして、で予定が立たないうちにどんどん月日が経ってきちゃって、で別に月1でね出さなきゃならない理由っていうのは何もないんですけど、誰が待ってるとかそういうわけでもないんで、勝手にすればいいんですけども、なんとなくやっぱりちょっと月1ペースでしばらくやりたいなと思ってたんで、そういう時にね穴埋め的な存在として自分自身っていうのがいるわけですよ。で今回はじゃあとりあえず自分のやつを出させてもらおうかなっていうことで、アルバムを制作中なんですね。で今かかってるのは8割9割ぐらい出来上がった状態で、もしかしたらね12曲差し替えとか、あとちょっと細かい編集とかあるかもしれないんですけど、ほぼこんな感じでいこうかなぐらいのとこまで固まってるプロトタイプですんで、参考までにこれをちょっと流しながら喋ってるんですけどもね。でタイトルなんですけども、ロシアンラブというタイトルですね。何がロシアンラブかというと、使ってるソフトが、ロシアのアレクサンダー・ゾロトフという方の作った音楽制作ソフトを使って曲を作っておりますと。で今回それだけ使って作った曲を集めて1枚のアルバムにしようという、コンセプトなんですね。でロシアンラブということです。でやっぱり自分の音楽のこと喋るのって結構難しいというか、照れくさいし、他の人のね曲だったらいろいろ言いようはあるんですけども、ちょっと自分自身って意外と説明しにくいなところもあるんで、今日はですねそのアレクサンダー・ゾロトフさんの作ったソフトね、サウンドボックスのどこが素晴らしいのかというね話をしようかなと思います。音楽作ってる方以外はね誰がどんなソフトを使って作ろうが全く興味ねえよっていうのはあるかと思うんでね、そういう方はちょっと無理して聞いていただかなくてもいいんですけども、なるべくね一般的な話と結びつけながら喋ろうかなと思います。でこのソフトねまずねフリーソフトなんですよね。そこがまずすごいですよね。だから何のためにこれだけのものをフリーで作ってんだろうっていう、そのまず情熱がすごいと思うんですけども、実はねそのフリーソフトって大丈夫なのかとかね思ったりはしますよね。実は変なバックドアみたいなのがあって情報が流れていくんじゃないかみたいな、ロシアのカーゲーベイみたいなところに自分の個人情報が流れていくんじゃないかとかね思ったりもしますけども、でも逆を言えばねじゃあマイクロソフトのソフトだったら大丈夫なのかみたいなね本当に言い出すとキリがないような世界ですんでね、今はね、非常に奇妙な世界に私たちは生きてると思うんですけども、そんなわけでねこのソフトは使わせていただいてます。でねこのサウンドボックスというソフトなんですけども、どこが素晴らしいのかということですね、いろんな点があるかと思うんですけども、これはね多分ね他のどんなパソコンのソフトに関しても同じようなことは言えると思うんですけども、複雑すぎないと、一つの画面でだいたい全てのことができるということが特徴だと思います。でだいたいねソフトって
こうどんどんやっぱ複雑になりがちだと思うんですよね。ほっとくと。で生マシンパワーとかも高くなってきてるんで、なんか下手するとどんどんその多機能になって複雑になって分かりにくくなると。で特にクリエイティブなねツールに関して言うと、その深みにこうはまってって、自分が今一体どこで何をしてるのか分かんなくなったりとかって結構することって多いと思うんですよね。でサンボックスの偉いところはやっぱりそうならないようにできてて、基本的には全てのこう情報が一つの画面で見れるようになってるんですね。で多少の階層はあって、ウィンドウが開いたりとかないことはないんですけども、最低限に抑えられているということなんで、迷子にならないと。自分がねどこで何してるのか分かんなくなるっていうことがないんですよね。そこら辺がやっぱりこう偉いなっていう一つですね。あともう一個はソフトが軽いんですよね。動きが軽いんですよ。でこれもさっきの話とちょっと関連してくると思うんですけど、ソフトってこうマシンパワーが上がれば上がるほどソフト自体も重たくなっていくじゃないですか、大体。でもちろんねその性能が良くなった方がいいっていうのはあるんですけど、でもそれってどうなんだろうって思ったりもするんですよね。だから例えば同じソフトを昔のパソコンで走らせようとすると、もう重たくても全然動かないとか、そういうことってよくあるじゃないですか。でサンボックスに関してはいろんなOS に対応してて、かなりなんていうかこうそのチープなパソコンとかマシンパワーのないやつとかでも動くようにできてるんですよね。だからそこら辺のところがやっぱりこうなんか好感が持てるというか、なんかパソコンのねソフトの本来の姿というか感じがして、いいと思います。で特にねやっぱり例えば一つのプログラムの中でなんていうかちょっとこう複雑なことやらせようとすればするほど、当然ね同じソフト内でもパワーが必要になってくると思うんですけども、そういう時にね元のソフト自体が軽ければ軽いほど、そこら辺はいろいろなんていうか負荷をかけていけるわけだから、やっぱり基本的に軽いソフトの方がいいと思うんですよ、絶対にね。だからそういう点も素晴らしいということですね。それでね他にもねいいところいっぱいあるんで、ちょっともう言い出すとキリがないんですけども、逆にね欠点というかちょっとこのソフトのね変わったところとしていわゆるその音楽の打ち込み部分ですよね。なんていうか音符に相当する部分の入力がちょっと変わってて、トラッカーって言われるシステムなんですよね。でトラッカーっていうのは何かっていうと、普通は音楽、ほとんどの今の主流の音楽の制作ソフトっていうのはピアノロールっていう形で撮ってると思うんですよ。でピアノロールっていうのは何かっていうとオルゴールみたいなね昔のなんていうんですか手回しのこう音楽再生装置みたいにこう紙でパンチに穴が開けてやってみたいなのが昔はあったんですけども、それの電子版というか要は横軸に、時間が取ってあって縦軸に音の高さがあると。だから楽譜と同じですよね。だから楽譜をちょっとこうデータ化してるような視覚的にこうちょっと模してるような感じなんですよね。でほとんどの今のソフトは多分これだと思うんですけども、だから僕もずっとそれでやってきてたんですけど、ただ正直そのピアノロールが本当にベストな入力方法なのかっていうのはちょっと実は前から
疑問に思ってまして、でやりながらもなんかこうなんていうのかな、なんか正直やりにくいなっていうふうに思う部分もなくはなかったわけですよ。でも他にじゃあどんなやり方ができるのかって考えたら思いつかないわけですよね。で最初にこのサンボックスを知った時は知る時まではトラッカーっていうね入力のシステムのことは全然知らなくってでたまたまある時に知り合ったちょっと若い男の子にいくつかトラッカーのソフトを教えてもらって、そういうものがあるんだっていうことでね、でいくつか試した中でサンボックスが一番自分に合ってたというか、これいいなっていうふうに思ってハマっていったわけなんですけども、これが何かっていうと、ピアノロールは時間が横に流れていくんですけども、まずトラッカーに関して言うと時間が縦に流れていくんですね。こう上から下にダーッとこう流れていくわけなんですよ。でなんでこういう風になってるのかよくわかんないんですけども、歴史的に言うとこのトラッカーっていう入力の方法はゲーム音楽をプログラムするときに昔ねそれこそファミコンとかもっと前の時代とかのゲーム音楽を入力していくときの入力の方法だったみたいなんですよ。でその時のやり方がずっとそれで慣れてしまってる人たちがいるというか愛好家みたいな人たちがいて、今も連綿とねトラッカーのソフトっていうのが作られ続けていると。で主流はピアノロールだけどもトラッカーの好きな人たちも相変わらずいるということらしいんですね。ではっきり言ってね見た目分かりにくいと思うんですよ。でなんでこういうインターフェースになってるかっていう理由は本当に人間っていうよりはコンピューター側のなんていうか理由というか、コンピューターにとって認識しやすいって言ったら変だけど人間がコンピューターに合わせてこう入力していくようなシステムだと僕は思うんですね。なので普通に考えるとピアノロールの方が全然人間寄りのインターフェースだし楽譜に近いんでいいだろうということなんだけども、でも逆に楽譜に近い分僕みたいに楽譜にコンプレックスというか苦手意識ある人からすると逆にちょっとプレッシャーがかかるっていうか僕ね、子供の頃ピアノ習ってたんですけども結構何年も習ってた割には全然楽譜読めるようにならなくていまだにね楽譜見るとちょっとビビるというかどうしても弾かなきゃならない時はドレミって数えたりとかね半音ずつ数えたりとかするようなレベルなんですよ。なのでそもそも楽譜に対しての苦手感があると上にさらにピアノロールの場合は楽譜よりもさらになんて言うんですかね分かりにくいというか本当に半音がただただ線が引いてあるだけなんでそこら辺がやっぱりなんていうかやっぱり数えていかないとできない上になんていうんですかね楽譜だったら5線なんだけどピアノロールの場合も無限に縦から下から上までずっと半音の線が続いていくっていう感じなんで逆に分かりにくいとこがあるんですね。でじゃあトラッカーはどうなんだってなった時にトラッカーの場合はねなんですかね縦に入れていくんですけどもD シャープとかねC とか B とか入れていくわけなんですよ。要するにいわゆる C、D、F、G、ハーツ A ですかねドレミファソラシドの代わりにCD、E って入れていくんでそれの6番とかね6だと上の方で3だと下の方とかC3 とかね
D6 とか入れてくわけですよ。で余計分かりにくいだろうっていう話なんだけど、でもこれがどういうわけかあまり音楽的でないがゆえにもう諦めがついちゃうんですよ。もうどうせなんていうかこれはもう記号なんだみたいな感じで読まなくていいやって思えちゃうんですよね。だから入力するときはもちろん考えて入れてくんだけど、その後その入力されたデータを見たときにそこからその音楽をイメージしなくて済むんですよ。でピアノロールの場合は生地その音の工程具合が図形的に出てきちゃうんで、なんかそのメロディーを連想しようと脳がするんですよね、自動的に。なんだけど例えばその高さ、大体の高さとか変化は分かるんだけど、これ楽譜も同じなんですよ。楽譜も同じで大体の高くなって低くなってっていうのは分かるんだけど、そこから直接その音楽そのものは読み取れないんですよね、僕みたいなレベルのなんていうか楽譜読みだと。だからその曲を知ってれば読めるんですよ。だからもともと耳で聴いて知ってる曲に関しては楽譜見て大体ちゃんちゃんちゃんとかね分かるんだけど、でもなんていうか全く初見でね見た時に音楽がイメージできないんですよね。で弾いてみないと結局で弾いてみてそれがもちろん間違って弾いちゃえばもうその時点でなんていうか間違って解釈になっていっちゃうわけだから、なんかね楽譜にしてもピアノロールにしても生地脳が追いかける分疲れるんですよね。だけどトラッカーの場合はもう完全にこれ記号だと、コンピューターのプログラムなんだって思えちゃうんで、なんか気が楽なんですよ逆に。読まなくていいやって思っちゃうんですよね。でどうしても変えていかなきゃならない時があるとか、そういう時はもう本当に数字的にプチプチってなんていうか誤字脱字みたいな感じで直していくわけなんだけど、そういうわけで必ずしもトラッカーがねそのユーザーインターフェースとして素晴らしいっていう気は僕はないんだけども、でもピアノロールがなんか僕にとってすごい中途半端な感じがするんですよね。だからトラッカー最初僕ちょっと戸惑いましたけども、慣れてくると楽です。で今逆にねどうしてもピアノロール使わなきゃならない場合とかにはむしろちょっとなんていうかな、苦痛までいかないんだけどなんかトラッカーの方が楽だなと思ったりしちゃうんですよね。これはもちろん向き不向きがあると思うんで、特にね楽譜畑から来た人なんかは絶対にピアノロールの方がいいと思うんですよ。もしくは楽譜直接入力できるやつもありますよね。そういうやつの方が多分いいんだろうなと。だけども僕みたいななんていうか楽譜の落ちこぼれというか落語者ですよねからすると意外とピアノロールじゃない方がいいのかなみたいなね、そんなことがあったりとかします。それからですね、このサンボックスのいろんないいところ言ってくとキリがないんですけどね、もちろん惚れちゃってるんでもうラブなんでね。だけど一番多分好きなのは真ん中のモジュール画面のとこだと思うんですよね。モジュール画面っていうのは要は音の出るとこですよね、楽器部分ですよね。でその楽器部分のところを自分で自由につなげていけるわけなんですよ。でフローチャートみたいになってて自分でそのモジュールを出していって線でつないで音出すんですけどね。でこれが言ってみればモジュラーシンセとかね、ああいうものの電子版ソフトウェア版だと思うんですよね。モジュラーシンセっていうのはご存知の方はご存知だと思うんですけど、昔のムーグとかねローランドとかのでっかいタンスみたいなやつとか、最近ですとユーロラックって言ってちょっと流行ってるんですけど、いずれにしても小型のね機械がいっぱいあって、それを線でねつないでいくっていう形のねちょっと巨大なシンセサイザーなんですけども、
まあそれのソフトウェア版みたいな感じですかね。ただまあ現実問題まあちょっと他のところでも僕言いましたけど、まあモジュラ申請を今やるっていうのは今結構流行ってるんですけども、まあ、やっぱりお金もかかるし、それからモジュラ相当ないとねならないっていうのもあるんで、やっぱりソフトウェアでこう好きなだけねそのモジュールを出したりつなげたりできるっていう、そういうまあ利便性というか簡単さ考えるとね、やっぱりこれはやっぱりいいなと思っちゃうんですよね。まあそんな風にですね、ちょっとまあこれ言ってくとキリがないんですけども、まあ素晴らしいソフトだと思います。というわけで、まあ音楽のそのものの話には全然ならなかったですけどもね、今回、一応ロシアンラブというタイトルで、まあ、10曲ぐらい入って30分ぐらいのものになると思うんですけども、まあいつものミニアルバム程度のサイズの感じでね、出していきたいと思いますので、よろしかったら皆さん聞いてください。一応予定ではですね、まあ、今月の20日前後、もうちょっとかな、末ぐらいかなを予定してますのでね、その次のこともちょっと考えないとあれなんですけども、とりあえずまあロシアンラブということでよろしくお願いします。